こんにちは、エリカです。この前初めて犬を連れて旅行に行ってきました。初めての新幹線で少しナーバスになっています。東京駅から伊豆に旅行に行ってきます。犬はクレートに入れて手回り品という切符を買うと新幹線に一緒に乗ることができます。飼い主も久しぶりの新幹線にワクワクしております。東京駅すごい混んでました。なんか犬ってクレートに入れると急に重く感じません？すごい重かったです。コーヒーはサルタヒココーヒーです。東京駅はサルタヒコがあるんで嬉しいですよね。40分ぐらいであっという間に三島駅に到着になります。割とたくさんの人が降りていました。こちらが三島駅です。ここからレンタカーを借りてずんずん進んでいきたいと思います。空が広いですね。なんか犬連れの旅行は結構伊豆とか伊東とかが、初心者にはいいですよっていうのを見たので伊豆にしました。結構あったかいです。東京よりあったかいかもしれないです。本日のお宿は松代館です。ワンちゃんの設備はないんですけど、リードをつければ館内が歩くことができます。設備がなくてもだいたい皆さん持ってきてると思うので、何かこれがあればよかったなというものは特になかったですね。畳の上も歩くことができるのですごい歩き回ってのんびりしていました。こんなにしっかり旅館って感じのスタイルなのに犬が OK なのはすごいですよね。飼い主のコンビニのお買い物に付き合ってもらいます。ちょっと大通り沿いはバスなどが通るのでちょっと怖がる子もいるかもしれないです。ホテルの隣がこんな大きい公園があるんですけど、誰もいなくて犬フリーで走り回れるのですごい良かったです。楽しそうでした。東京じゃありえないですね。道路から坂を登る公園になってるので車も心配いらないです。こちらがお願いですね。普通のことのみです。お部屋に料理を持ってきてくださるということで犬連れには嬉しいですよね。お茶を飲んで待ちます。ちょっとお疲れモードになってきましたけれども、どうでしょうか。ご飯食べるかな。ちょっと初めての環境だと飼い主的にはドキドキですよね。おまんじゅうには興味津々ですがどうでしょう。おむつも初めてなのでちょっと疲れてますかね。さあ、大量のディナーが届きました。旅館のご飯ってテンション上がりますよね。この小さいお皿たちもすごく可愛くて久しぶりなのですごいテンション上がりました。犬連れだとこういったスタイルのご飯は諦めたりとか、犬を置いてきて人間だけでみたいなところが多いと思うので、このスタイルはすごく嬉しいですよね。おかみさんもワンちゃんを飼っていて歴代何匹も飼っていたようでとても優しい方でした。おはようございます。朝ごはんです。なぜか旅館は朝ごはんがたくさん食べれますよね。こちらはまだ眠々で朝ごはんは食べませんでした。このカニのお味噌汁美味しかったです。チェックアウトして次の場所に向かいます。今日は違うところに泊まるのでまたどんどん観光していきたいと思います。レンタカーに犬を乗せるのにクレートに入れてくださいってことだったのでクレートとリュックどっちも持ってきました。荷物が多い。こちら Google マップでたまたま見つけたコーヒー屋さんなんですけど、目が覚めるほどコーヒーが美味しくてドリップコーヒーもお豆もどっちも買ってきました。ちょうど焙煎したお豆を食べさせていただいたりして旅行中何度も母のコーヒー飲みたいねと話していました。本当に美味しかったです。とても優しいご夫婦が営まれていました。なんか会社に行って揉まれて毎日なんか過ごしているより絶対的に幸せだよなと少し人生を考えました。もう伊豆は山道で酔い止め必須ですね。少し休憩で止まったところに桜ですよね、咲いていました。綺麗ですね。やっぱこういうのを見て春が近づいているんだなって思うと私って日本人なんだなって思いますね。これ満開になったら綺麗なんでしょうね。さあ、なんかこちらはなんかカリフォルニアみたいな感じのところにやってきました。どこでしょうか。一度は皆さんもインスタで見たことがあるところでございます。駐車場広いですね。ほんと何回も言いますが暖かくて気持ちがいいです。犬は歩くのを拒否しています。ここから歩いて向かっていきます。こんな山みたいなところ歩いたことがないので犬もワクワクだと思っていたんですが何回も止まってました。
綺麗です。海が見えてきました。もうどこかお分かりじゃないでしょうか。城ヶ崎海岸です。おい、人間持ち上げてくれよって感じで、もう犬は私のことをずっと見てました。楽しいんでしょうかこんな大変なんだから楽しんでほしいですよね。360度カメラとかで撮影してるようなアジアの観光客の方が結構いらっしゃいました。ちょっとこういうの見るとちょっとカサス感がありますよね。この小さな穴から海がキラキラと見えててすごく綺麗でした。ハイキングコースといいますか、ウォーキングコースが完備されてるので、すごいどこも歩きやすいですし、すごく良かったです。ただスニーカーでないとちょっと歩きにくいかもしれないですね。結構デコボコな感じです。お犬初めての海なんですけれども、全然興味示してなかったです。綺麗ですね。夏は泳いだりするんですかね。こんな鳥の家族もいました。いい天気で良かったです。水平線が綺麗ですね。島まで見えています。歩いてきましたが、途中にいくつか駐車場のサインが見えたので、もしかしたらめちゃくちゃ近くに止められたのかもしれないです。こちらの吊り橋がメインですよね。インスタで見たことあるんじゃないでしょうか。とっても綺麗です。ただ割と揺れます。しっかりした作りなので大丈夫なのかなと思ったんですけど、結構揺れていました。ツアーとかで来られる方もいるみたいで、割と人が多かったです。やっぱりここがメインですよね。とっても綺麗です。犬も怖がることなく割と歩いていました。遠くから見た方が綺麗ですね。灯台もあって、灯台の下がお土産屋さんになっていました。1月なのにこんなお花が見れるのはいいですね。こちらがお犬が中に入れる海鮮のレストランです。犬がいる人といない人で扉が違って壁があるので、安心してワンちゃんと一緒にご飯を食べることができます。さあ、続いて大室山のロープウェイにやってきました。いい匂いに誘われて、こちらのおまんじゅうにたどり着きました。出来たてのおまんじゅうほかほかで美味しかったです。ロープウェイも犬と一緒に乗れるのは嬉しいですよね。全然楽しそうにはしてなかったんですけど、ちゃんとバッグに入れて一緒に乗ることができました。景色もとっても綺麗です。下に見えてるのはシャボテン公園ですね。来たことある人もたくさんいるんじゃないでしょうか。降りたらここからは歩きになります。結構歩く感じです。さすがにここまで登ってくると寒いです。当たり前ですよね。1月なんで、さっきまでがすごい暖かかったので、寒い寒いと言っておりました。ここからも大島が見えますね。島が綺麗ですね。結構山って感じしますよね。ロープウェイだとあっという間についてありがたいです。運動が苦手な身としては。富士山もしっかり見えます。綺麗ですね。2026年は富士山に縁があるのかもしれないです。寒いです。さあ、下っていきましょう。下りのロープウェイちょっと怖かったです。こんなに駐車場があるってことは夏はかなり混み合うんでしょうね。さあ、お次の場所に向かっていきます。山の中でも竹林だと結構日が差してて綺麗ですね。緑のままなんですね。勝手に葉は落ちてると思っていました。さあ、こちらは私たちしかいなくて貸し切りなのかと不安になっていたのですが、万丈の滝にやってきました。どんどん下に降りていきます。お犬も車から降りてお散歩になるとちょっと楽しそうで安心です。こちらが万丈の滝ですね。すごい綺麗で、でも貸し切りでちょっと怖かったです。伊豆はたくさん滝がありますよね。滝はいいですよね。癒しスポットなのがわかります。またこちら別の滝にやってきました。結構バスがたくさん止まっていて、こっちは人がたくさんいました。ちょっと遠い感じです。こっちは少し体力が必要です。ギャルなわさびがいました。夕日が綺麗になってきました。見てください。綺麗ですね。ちょっと霞んでいて下までは見えなかったんですけど、とても綺麗でした。さあ、本日のお宿は天空テラスです。こちらはグランピング施設で来るのすごく楽しみにしていました。お部屋はこんな感じです。犬のケージもあるし、トイレとトイレシーツなどもすべて用意されていました。うろうろしております。ヒーターもしっかり効いていて全然寒くなかったです。
ハンギングチェアもあって、お犬初体験だったんですけれども、ちょっと震えておりました。フリーで歩いてる時にやっぱちょっと気になるみたいで、乗せてとやっていたので、少し楽しかったのかなとは思いますが、お家には買ってあげられないです。お部屋の中もすごく綺麗なんですけど、グランピング施設なのでトイレとかシャワーは共有のところに行く感じになります。私こういうドーム型というんですかね、こういうテントは初めてなので朝が楽しみです。キャンプファイヤーもやっていました。夜ご飯はバーベキューで別のお部屋のところに自分たちで行って、自分たちでバーベキューをする感じです。結構自由ですし、こちらも犬 OK なのでとてもリラックスできていいなと思いました。アヒージョとチキン、ビーフ、ソーセージとシーフードまであって、結構モリモリな感じでした。お肉目で追っていますね。お腹空いたよね。お犬はお部屋に帰ってからちゃんとお皿でご飯を食べました。キャンプファイヤーも初体験だったんですけれども、やっぱり全然興味示していませんでした。難しいお犬ですね。おやすみなさい。おはようございます。お待ちかねの景色です。ドア開けた瞬間、ほんと嘘みたいにワーオって言っちゃいました。綺麗すぎません？絵みたいに綺麗で、ほんとびっくりしました。暖かい季節だとここのお風呂に入るのもいいですよね。湯あめ着を着る必要があるらしいんですけど、この景色独り占めはめちゃくちゃいいですね。テントはこんな感じで並んでいます。おそらくペット OK なところと NG なところが分かれている感じだと思います。小さい時しかしたことなくて、なんかすごい進化してますね。グランピング見てください。ここめっちゃ綺麗。ちょうど毛にかぶってるけど、めちゃくちゃ富士山綺麗で、夜に着いたんで全然分かんなかったんですけど、すっごい綺麗でした。朝ごはんも夜のバーベキューと同じお部屋に行って自分たちで作ります。ホットサンドとヨーグルトですね。この綺麗な景色にハンモックはほんと贅沢すぎますね。ホットサンドができる間、ハンモックでゆったりリラックスしていたんですけれども、寒いけどやっぱりこの景色見ていたいので、割とずっと外にいました。綺麗、ほんと綺麗、綺麗、ありがたいとずっと言っていました。この景色でのホットサンド最高です。コーヒーは香りコーヒーのドリップコーヒーを入れました。チェックアウトして今日はもう帰るので、三島駅に向かって観光地をふらふらしていきたいと思います。この見事に伊豆っていう景色いいですよね。海と山があってすごい伊豆らしい景色だなと思います。小さい時毎年来ていたので、すごく懐かしい気持ちになりました。港があるタイプの町の建物とか民宿とかすごいいいですよね。このまま消えないでほしいなと思います。ここら辺の港はカニが有名みたいで、カニって書いてあるレストランとか民宿とかたくさんありました。いいですね。伊豆のカニ食べたことないかもしれないです。さあ、こちらのビューポイントに来ました。ユネスコジオパークにやってきました。こちらからも富士山が綺麗に見えますね。ちょっと雲がかかってしまっていますが綺麗です。こんなに山があるんですね。町の方まで見えますね。ここでびっくりする出会いがありました。鹿です。2匹いてとても可愛かったです。遠くから見つめられていました。次は私が結構楽しみにしていたところへ向かっていきます。伊豆パノラマパークです。青テラスですね。割と SNS に流れてきて、こんな綺麗なとこあるんだと思って行ってみたかったんですよね。こちらも犬はカバンに入れると一緒に行くことができます。このロープウェイ3500円でおったまげました。クーポンと2枚ポストカードがついてきて、日本国内なら無料、海外だったら100円プラスで払ってくださいっていうのがセットになっていました。着きました。こちらが青テラスです。だんだん曇ってきてしまいました。なんかちょっと霞んでる感じですね。眩しいんですけどちょっと曇ってるみたいな感じでした。富士山も朝のが渦のように雲がかかってしまっています。
この下はラウンジみたいになっていて、このカフェでコーヒーを買うと入れるエリアになっているみたいです。私は迎春ブレンド、なんと金箔入りのコーヒーを飲んでみました。ポストカードもしっかり山の上から投函しましたよ。お団子も食べようと思ったんですけど、みたらしがなくて味噌のみということでやめました。年明けていくつお参りしてるんでしょうかっていうぐらいお参りしておりますけれども、しっかりこちらもお参りしていきます。全然外国人の方もいなくて、意外と観光客の方この辺まで来ないのかなと思っていました。富士山見えるのに意外ですよね。またこの桜みたいなのが咲いていますが、河津桜だと2月だから違いますよね。ずっと気になってたんですよね。ここからは360度見渡すことができます。足湯があるということで足湯に入りました。タオルも100円で販売していました。むくみが取れていく感じがしますよね。本来はここに富士山がパキッと見えるらしいんですが、だいぶ曇ってしまっています。ロープウェイに乗ってこのまま下に帰りたいと思います。ロープウェイに乗るときは必ず犬はバッグの中にということでバッグの中に入れました。下りはだいぶ早い感じに感じますよね。こんなに曇ってたっけっていうぐらいあっという間に曇ってますね。山の天気は変わりやすいですね。この麓のビルにあるイタリアンでご飯を食べました。なんかこんなおしゃれな3種の前菜がついてきました。私は和風パスタが結構好きなので、柚子としらすのパスタにしました。みんなにしらすだよって言われますが、しらすです。なんか家によってイントネーションいろいろありますよね。もちろん最後は三島スカイウォークです。ワンコはカートが必ず必要ということで、こちらはお借りしました。橋を渡るときおそらく危ないからかなと思います。もう見えないです、富士山は。皆さん犬連れで三島スカイウォークに来るということはドッグランに来ると思うんですけど、なんと前日だか前々日だかに改装ということで閉鎖されていました。なので森爆走してます。せっかく来たのに残念でしたが、この橋は結構すごかったので、晴れてる時にもう一度来てみたいなと思いました。コロッケを食べてホットチョコレートを飲んでゆったりして駅に向かいます。三島で買った時はなんか札をつけていただきました。このお団子とっても美味しかったです。朝10時に毎日入荷されるそうで駅で買いました。初めての犬連れの旅行結構大変だったんですけど、楽しそうにしてるところも見れたのでまた行きたいなと思いました。何が大変って荷物が多いです。人間の子供がいる人をすごく尊敬する旅でした。伊豆ビギナーにはやっぱすごいいいかなと思います。また調べて違うところに一緒にワンちゃんと行きたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。